5分の1に入る生き方。第1章。なぜ5分の1に入ると幸せなのか。1、5分の1のすすめ。今この本を読んでいるあなたが幸せになるために、本書では5分の1に入ることを勧めています。全体の5分の1に入ることができれば、自分が上位 20% に入っているということなので、自分に自信が持てて自己肯定感が高まるからです。パレートの法則という言葉があります。パレートの法則は、イタリアの経済学者ビルフレド・パレートが発見した法則で、経済において全体の数値の大部分は全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているとしています。具体的には2割の要素が物事あるいは結果全体の8割を生み出しているのです。パレートの法則の主な例。売上の 80% は全体の 20% の顧客で占めている。売上の 80% は全体の 20% の製品で占めている。売上の 80% は全従業員のうちの 20% のスタッフで生み出している。成果の 80% は費やした時間全体のうちの 20% の時間で生み出している。勤務時間の 20% でその日の成果の 80% を実現している。また、社会や家庭や学校を見ると、犯罪の 80% を 20% の犯罪者が占めている。交通事故の 80% を 20% のドライバーが占めている。宴会時に飲んだビールの本数の 80% は、全体の 20% の人が飲んだ本数だ。カーペットで擦り切れる 80% は、全体の 20% の部分のみだ。以上より、結果を大きく左右する 20% が何であるかを理解する必要があります。パレートの法則を間違った方法で利用すると、道に迷い、見当違いの方向に進むかもしれないからです。固定概念を捨てて、他人が行かない道を探す必要もあります。行動パターンを変え、重要な 20%5 分の1に力を集中する必要もあります。努力の平均水準を上げるのではなく、努力を一点に集中しましょう。決められたコースを走るのではなく、近道を探す方法もあります。最小限の努力で最大限の成果を発揮するのです。多くの分野で平均点を取るのではなく、一つの分野に集中していきましょう。第3章では、自分の強みを知る方法と、それを活かす方法をお話ししますが、自分の得意とすることや楽しいと思うことに集中することも重要です。ほんの一部の要因が全体に決定的な影響を与えることが理解できたでしょうか？もし上位 20% に入ることができれば、80% の成果を得られることになります。ですので、本書では5分の1に入る生き方を進めているのです。質問。あなたは2割の要素が物事あるいは結果全体の8割を生み出すことを理解できましたか？